食べるラーメン。少しネギお待ちいただいたら、お茶よかったらすぐ次会いからご案内しますので。次の6のクラスは小さい方。はい、すみません。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。何でした。で、煮卵お願いします。塩中華で片方ネギ抜きです。オッケー、ありがとうございます。よいしょ。いってらっしゃいませ。おおきに。ありがとうございました。昨日炊いたのを冷やしてます。冷蔵庫入れると。今日予報雨やったんですか？昼は晴れるみたいほな、暑いかわからんね。なね。すごいスタイリッシュというか。もともと競輪選手やったの。競輪選手。はい。39歳で引退してフラフラしよってはちょっとあかんなっていう感じで3年か4年ぐらいお世話になってどちらでその修行はされたんですか？猪子さんです。違うラーメン屋が好きやったんやけど山さんに言うたもんね「猪子抜いたわ」って言うて「猪子が1位じゃわ」って言うてほんで行くようにめちゃくちゃ忙しいですよね。1から150ぐらいまで教えてくれというような感じやったけど。これは営業に使う温めて準備です。これは返しです。これで豚をチャーシューにします。チャーシューと返しになる感じです。虫に噛まれるんです。足ですか？歯とかに噛まれるのが嫌なんだけど、暑いんだけどね。
から通われてるんですか？そうやね。まあちょっと寝坊する時もあるけど、そうなったら開店準備が慌ただしになるけん、これぐらいにはせな。これが前日に作ったの？前日とか、そうやね。1日で。そうやね、全部継ぎ足しやね。ちょっとずつ。今も多くの地域が復興にまあこれは昨日のも冷えとんねん。たけのこを冷やしたらこう固まっても後で確認です。途中でまた水入れたり火を調整しながら12時間ぐらい。12時間。
した。どうも。はい。で、卵は、煮卵がね、最初やってたんですけど、12時ぐらいとかないよったけん、結構有名な卵屋さんやね。多分今の人が3代目と思うんだけど、太くもないし細くもない感じが田辺さんに。止まっとったんですか？あ、ほな。お米はこだわられてたりするんですおか？米も一応作ってる人がおってお米を徳島で、その人から買うようにしてます。あ、お知り合いの方が。はい、ブレンドもしてないお米なんで、美味しいですお米も。そこを細かく早く出汁が出てほしい感じで。チャーシューの2枚入りをさっき並べとく。これが何用になるんですか？中華そば大と小。言うんですけど、警告はされるんですけど。氷入れる？これに氷入れようか。いつもの日課なんですか？いつもこれはしてきてます。コーヒーばっかり飲むけん。よし、どうぞ。はい、いける。
美味しい。お待たせしました。チャーシュー小です。すいません。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。お待ちください。チャーシュー小2です。いけますか。お待ちください。大チャーハンです。失礼します。すいません、おそば置きます。チャーハン少しお待ちください。ありがとうございます。3、4、5、6、7、いらっしゃいませ。お待たせしました。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。お待たせしました。できますか。お待ちください。
シアター21で元半島に新チャリティーシングルお待たせしました。チャーシューの生姜お2つです。失礼します。美味しいですか。もうチャーシューが大好きです。チャーシューが大好きですか。はい、ここのチャーシューがすごい好きです。味が染みてて、しかもなんかこうとろける感じがすごく好きです。音から聞いて私も好きでよく来るようになりま気づいたら来るようになってたっていう。力記憶わかんぐらいやの。米が食べたい、米を食べるラーメンの時やな。もう元々この競輪はどちらでやられてたんですか？小松島に住んでるんで、まあまあ小松島走ったり、まあいろんなとこ走りに行って。何年ぐらい競輪は？20年弱。そこからまあこの猪子さんは小松島の競輪場の近くに。家も近いんで、まあよう雇ってくれましたよね。40ぐらいで仕事したことない人やね。まあありがたい。あなたのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けありがとうございました。失礼します。後ろからすいません。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。ショートご飯中です。ありがとうございます。お腹いっぱいです。ああ、いいですね。朝。はい。
とおっしゃっておられましたが、打順番はそこに、第1章にチャーハン2です。お待たせしました。中華そばの台から失礼します。失礼します。美味しいですか？置かせてもらいます。チャーハンです。ありがとうございます。うまいな。失礼します。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。すいません、お待たせしました。チャーシュー小生卵から失礼します。ありがとうございます。チャーシュー小です。うまい。ご飯とも合うんですよね。ねえ、ほんまにいいんじゃない。徳島に来たら必ず月1は。ね、卵トッピングは卵です。生卵。麺の下に潜らして温めて、で最後に食べるって。やってるかわからんすよ。スープはほんまない。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせしました。台から置きます。小の生卵です。ありがとうございました。ありがとうございます。煮干し系の味美味しかったですよ。美味しかったですか？はい。チャーシュー美味しかったです。美味しかったですか？はい。チャーハンも本当に味ちょうどよくて美味しかったです。はい。僕はこう当たりでしたね。当たりですか？僕はぜ地元福井なんで、ひ。それもあれです。お仕事のちょっと楽しみみたいなところもありますね。まあね、ご当地の食べ物やったりね、楽しみですからね。いいですね。うん。まあでも午後はかどりますね。はい。頑張ります。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。お預かりします。ありがとうございます。
けていただきたいと思いまして、今日はタイのお客様から置いていきます。ありがとうございます。はい。失礼します。ごめんなさい、こちら側から中華そば小で大丈夫ですか？はい、失礼します。チャーシュー小です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。中華そば大美味しいです。頻繁に皆さん通われてるんですか？来てますね。スープが美味しい。スープが美味しい。スープが美味しいです。美味しいです。カメラ目線。カメラ目線。すいません、ありがとう。来ます。あ、ほんまですか。ありがとうございます。こちらこそすいません、ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございました。はい。どんな企画が今回は盛りだくさんなんでしょうか。はい。綺麗です。はい。いい感じのものがあって、ぜひ皆さんお店に来てください。はい、お預かりします。小生卵チャーハン大です。チャーシュー大のチャーシューと煮卵トッピングです。次の仕込みを今からするので。はい、私のわさびとマヨネーズ入れますか。はい、今最初のわさびできますのでご紹介します。
作り出して何時間？ 12時間目確か12時間ずっと向かい続けて。ほんまに偉いとはこれは分かったけど、何やっても偉いんちゃうかな。8年になるんかな。で9年目に入るって感じです。腕もないのにお店でけようけ上等ちゃうんかなとは思うんだけど、まあ猪子大将のおかげやとりあえずお客さんも来てくれるし、自分なりに頑張ろうとは思って。ありがとうございました。お疲れ様でした。大体何時間2時間ぐらいですかね。チャーシューの味付けはどんな味付けなの？味付けはもうこれにあと醤油とか、まあ、みりんとかを入れて、もうあとこっちで炊くだけ。
お二人。お持ち帰り用です。あ、持ち帰りです。お持ち帰りはいくらで売ってるんですか？1食750円です。昔から買ってるよって言ってくださる方が多いです。あ、そうなんですね。嫁いだ頃からもうずっとあった感じ。あ、そうですね。私が来た時からもうずっと。ごめんなさいね。おむつ250円です。あ、ちょっと。はい。ありがとうございます。すみません。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。買われたのは何なんですか、ちなみに。定番のお蕎麦、中華そばのセットと煮卵各一つずつ。はい。うちはね、年越しそばを日本そばじゃなくて藤屋さんの中華そばにするのと、そうなんですね。はいはいはい。めちゃめちゃいいですね。だから年末は必ず買いに来るんです。はい。それからもちょこちょこ家で食べたい時とか。で、うちのお嫁さん教えてもらったんですけど、それからちょっとここのにハマって。はい。そうなんですね。じゃあもう結構長いことお店さんにはいらっしゃってるって。何年も。はい。ここのお味はいかがですか。美味しいですね。美味しいです。はい、癖になりますね。はいはい。じゃあもうこれから家帰って楽しい。はい、ちょっと孫が待ってるんでお昼に。はい。はい、すみません。失礼します。ありがとうございます。
今からどちらに？今から行くのがグランビア店ってもう一個の店舗の方に配達に行きます。今から6年7年前に支店を作って、今母親はそっちの方をやってくれてて、僕がそういう嫁でこっちの方を切り盛りしてる感じ。板だけ醤油頼んだ。ちょっと置いとくわ。その味を安定させるために、向こう本店と味が変わりなく同じ味が提供できるために、私は来てという形ですね。2号店を出すのが長年の夢だったんでね。でも美味しさの秘訣とかはやっぱり丁寧に出汁を取ることかな。やっぱりスープにすごい気を使ってるし、時間もかかってるし、それから力も入ってるし、これも美味しい自慢の一つ。藤屋のチャーシューは柔らかくて美味しい。これも昔から同じなんていうかな、お醤油やみりんなんかのその割合はそのまま教えて引き継いで、おそばとの口に入れた時の塩気のバランスっていうのがやっぱりこれですね。先生、どうぞお好きな方へ。3名様。どうぞ。じゃあ以上です。もやしはやってじゃあ。
しゃいませ。テーブル4、中華そばが3つ。お願いします。ピリッとして美味しいです。美味しいです。なんか今日寄ろうと思ったきっかけとかなかったんですか？皆さんが入ってるから前々から気になってる。そうですね。で入ろうかな思って。餃子もこのまま。そうですね。美味しそうだったんで。そうですね。美味しいです。本当ですか。じゃあ次が座敷の一番さん、小さいお盆をください。お願いします。本当はサンバさん、そばネギの。はい。ごめんなさい、お待たせしました。お待たせしました。カウンター1番さん、固めで中華そばです。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。味玉の大盛り。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあもう次はまた王道のやつとかも食べて。そうですね。ちょっと今度は他のものをちょっと食べようかなと。はい。ました。よし、これ一つお願い。いらっしゃいませ。座敷の中です。そばネギの A で。この下にな、めっちゃ入ってる。ああ、そう。下から。こちらのもお店の方はよく来られるんですか？2回目。私はまた今日は出張のちょうどお昼の時間なんで来ようかなと。どちらからの出張で？大阪からです。
食べようかなと朝の新幹線から思ってて、定休日じゃないかなって調べながら来て、寄ろうとった感じです。いかがですか？美味しいです。幸せ。固めが上がります。チャーシュー大盛り、固めのネギね。はい。あれ今日夜あっち行くでしょ。かっちゃんが。じゃあ食堂に全部で5個上がるから、さっき2ついくの。チャーシューが1つ、そばが4つで1個 A セット。A セット OK です。追加が90番。はい。今日は何の集まりで来られたんでしたっけ？今日は部活です。ちなみにその大学はどちらの大学で？京都なんですけど、本当観光なんで全然わからなくて、とりあえずこの商店街歩いてたらなんかたまたま見つけて、岡山発祥みたいな書いてあったからそれにつられて。これ中に入ってるのは何が？チャーシューとメンマとネギですね。チャーシューとかは？あ、美味しいです。めっちゃ柔らかくて、美味しいです。横行きますね。いかがでした？岡山のそば、中華そばは。めっちゃ美味しかったです。最高。すっきりして食べやすかった。はい。
じゃあまたちょっと楽しんでください。岡山ありがとうございます。ありがとうございます。わかめ。はい、すいません。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。確かにうまい。美味しいね。特徴がおすすめしたの分かる。こちらのお店は初めてです。初めてですよね。初めて来ました。横は通るけど初めて。来るきっかけは何ですか？仕事が終わってお腹空いたからラーメン食べたいなってなってここに来たかったんで来ました。いつも電車で通勤してるんで横は通るんですけど、いつも夕方なんで人も多くて入れないしこっちも急いでるしで来る機会がなかったです。念願のって言ったような。あ、そうです。美味しいです。美味しいよね。おいしい。すいませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。どのような歴史ね、初代がね、姑さんが料理が上手な方で、一番最初はね、ぜんざいとかコーヒーを売られる。でも周りの方がお蕎麦、中華そばがいいんだなっていうんで、
でいろんな方に食べてもらって出来上がったのが、まあ、この味。先代とそれからお客さんに感謝ですね。いかがですか今の息子さんがやってるの頑張ってますよ。周りの人お客さんがね、褒めてくださるんですよ。いい雰囲気になってきたなとかね、そう言われたら大人になってるんだなって、人に認められてるんだなって嬉しくなる。親子では言い合いはありますよ、やっぱりね。もっとああしたらこうしたらとかね、いやこれでいいんだとかねそれはありますけど、だからまあ続けてるっていうのが一番の宝かな。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。お忘れ物ないように。ごめん、4名様お願い。あとカバンと少しネギお待ちいただいたら、お時間よかったらすぐ次空いたらご案内しますので。ありがとうございます。最初普通の大盛り2個で1つだけネギ。カウンターでも大丈夫ですか、どうぞお願いします。大盛り2個1つネギ。おそばいきます。中華そばの大盛りのお客様。はい、失礼します。あれと変わらんぐらいです。あれ結構あるね。結構ある。そうたまだね、これ。あったのあったこれ。いや、これ結構あるわ。これは大盛りを頼まれたんですか？大盛り。いかがですか、大盛りは。大盛りたっぷりあるな。食べ応えがあってます。やっぱりもう昔から好きなんですか、こちらの味というか。美味しいね。カウンターになります。お願いします。一応よかったですか？はい、ありがとうございますね。人数聞いて。テーブル4番さん行きます。ちと中華そば。はいよ。11月で定年やけれど、いや3ヶ月に一遍ぐらいしか来ないんですけど、それが楽しみですここへ来るのが。はい、また食べたいって思うようかな、そういうふうなことだけじゃないかな。そんなあれですはいはい。ありがとうございます。また。もう一つで。はい。以上で。はい。お待ちください。納豆いいですか、納豆。全部で5つ上がります。テーブルの2番さん、チャーシューネギ。テーブルの1番さん、2つ上がります。どうぞ。先生。すみません、お待たせしました。どうぞ。いらっしゃいませ。お待たせしました。カウンターじゃあ4、5番さん来ますね。
種類。お願いします。大盛りはネギで。簡単お願いします。やっぱり有名ですか、こちらお店。有名ですね。なんか食べたくなるんですか。今日はちょっと昨日お酒飲んでたのでラーメン食べたい日だったので、言ってない。冷たいだけだみたいに言われて、攻撃したい人があるからそういうふうに私がいいけど。3回気にしたらまあ3回。こちらテーブルでもいいですか。ケン様で何代目ですか。僕で3代目ですね。3代目ですか。3代目。作ろうとしたきっかけとかありますか。きっかけはやっぱり昔からもう実家が蕎麦屋だったんで、ラーメン屋だったんで、
まあ結局若い頃は他の仕事してた時期もありますけど、まあやっぱり、やっぱり結果的に帰ってきて、もう25年ですかね。先代の味を引きつつも、やっぱりこの時代にある程度合わせて、大きく変えるってことはないですけど、やっぱりいつまでも美味しいと言われて、ただ長く営業してるんじゃなくて、やっぱりその時代その時代で、お客さんから愛されるような店作り、味作りっていうのは心がけてますので。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、失礼いたします。これ大体12時間やったんですか18時間ぐらい。18時間ぐらい。18時間やな。夜の営業終わってなくなったらまた作るし、大体もう最後はそのぐらいですよ。医長の新里和弘さんに認知症とともに生きる。心配なのが
ちは3種類麺があって、味噌とかカレーとかはこういう分厚い出汁が絡むやつ、で醤油とかあと釜玉っていう商品もあるんですけど、卵麺みたいなちょい絡むぐらい、であと塩とかあっさり系は細麺の麺も3つ選べて、カレーとか味噌だから太麺じゃなくても別に細麺でもできますし、自分のオリジナルラーメンもうちではできる。まあ好きなものを好きなもので食べてもらったらいいかなっていう感じですね。よっしゃです。じゃあ餌やってください。待っちょっと。金魚は大体何匹ぐらいいるんですか？もうめちゃくちゃおるよ。5000匹ぐらいおるんじゃん。5000匹。1日1回ですかね？いや、1日2回。2回ですか？これは新種の金魚を育ててみてくれって言われて。そうなんですね。デブ蝶で尻尾がひらーっとなるやつで、これは新しいやつ。新しいです。あとはもうどんどん生まれていく。裏に鯉もおるんですよ。金魚ともだ。魚粉と豆板醤とラー油でとごまで合わせてピリ辛のラーメン食べてみたらいいわ。美味しい。美味しい。ちょっと豚骨っぽなる。OK。よいしょ。完成。アク取り。ここは14。よし。
らはどういった町なんですか？この町が神の町で機械を止めれないんで24時間稼働してるんで、それで朝1時に出勤の人と退勤の人と、それでこう入れ違いで6時ぐらいが仕事前の人と8時ぐらいの仕事終わりの人と。でも朝6時の開店から。そうですね、そういうのに合わせたわけではないんですけど、それで朝は来てくれてます。バルトを掘り出す大規模鉱山のあったかい、いや違う、ぶっかけ、卵がゆで卵でないやろ、温泉卵で少々お願い。53秒。よっ、ぶっかけだろ。ありがとう。お仕事前ですか？そうだよ。いかがですか、お味っていうか、俺はこれが好き。味が濃いめがいいかな。ここの店の人は冬の暗い時でも朝の6時から、それは俺偉いなと思う。きれい。明石家さんに通う理由としては、一番の理由は朝早い時間から空いとるから今だから週に2回3回は来るからこちらの明石家さんには美味しいだけじゃないものがあるんですか？社員とか、大将とかスタッフの心
朝から気持ちいいでしょ。おはようございますの一言でもそういう感じかな。ほんで誰隔てすることなく一元さんの人にもニコニコとして、そういうところは結局他のお客さんにも気持ちよさが伝わるに違うかな。何行きましょうか。それでは東ピリから東ピリから交流ないな。宮内さん、ご飯どうしますか。ちょびっと。いらっしゃい。ありがとうございました。はい、どうも。今日も最高。お仕事頑張ってください。はい。届いた。よし。ご飯行きますか。いいよ。しゃべり。はい、いらっしゃい。作業着ですけど、どのような今タイミングで来られて今仕事前ですね。お店にはよく。そうですね。週2回ぐらい。普段は土日内の朝なんですけど、今日はたまたまなんで来ようと思ったんですか。朝起きた時になんとなくラーメン食べたいなと思ったんで。朝ラーメンって言ったら明石家さんなんです。もうそうですね、ここで。冷やしの塩との醤油ワンワン。はいはい、中です。どうぞ熱いんでこれでおかけになってください。いただきます。どうですか。いや、やっぱ美味しいですね。美味しいですか。もう食べ慣れた味というか。そうですね。4、5回ぐらい来てて結構ハマってしまった。ハマってしまってますね。ハマった要素とかなんかあるんですか。僕塩ラーメンが好きなんですけど、他の店で食べる塩ラーメンよりスープがすごいなんか丁寧に作ってる味がして、僕はすごい好きだなっていう。朝ラーメン食べてみた感じどうですか。結構
味濃いのかなっていうふうに思ったんですけど、結構あっさりしてて、でも味が薄いとかじゃなくて、すごい朝食べやすいラーメンだなってすごい思います。明石家さん初めて来られたと思うんですけど、どうですか、今の醤油のお味は。うまいです。うまいですね。いいですね。今日はですね、じゃあ、はい、YouTube の撮影の方々でございます。YouTube チャンネル中華物語総本店さんの、高田さんでございます。よろしくお願いします。撮影来てくれてます。よろしくお願いします。今日は一日お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あともう一つなんですけど、明石家一つ何もいらん、ネギだけです。ネギだけです。めっちゃうまいです。今日は中太の大。一口まかないをあげます。ありがとうございます。どうぞ。はい。スパゲティみたいやね。またよろしくお願いします。またごゆっくりいってらっしゃい。氷お願いします。冷やしの塩。この回は1番からという打順です。京都国際40位に入ります。2番手の金本が1球を境に関東第一3本、これから8回の裏関東第一。
トのボール打ちました。ショートの右寄り出てきました。二塁間暑すぎじゃ。乾杯しましょう。予測してましたね。乾杯してやる。あ、やれやれ。ありがとう。あったかいの。私じゃあ冷たいですよ。オッケー。冷たいお母さんが塩で醤油で。お姉さんも。あったかい醤油。はい、わかりました。ほな冷やしが2つと醤油と塩のぬくいが。醤油からいくよ。はい、塩です。はい、どうぞ。塩と醤油です。で、煮卵お願いします。はいよ。醤油。高級が来る。高級だ。冷たいですよ。ネギお願いします。はいよ。チャーシュー丼の中です。チャー丼中。了解です。ありがとうございます。反対などうじゃ。いや、大取る。大取る。はい。でももう頻繁に通われてるんですか？割とそこそこ。おすすめは。多分これ塩そば。これなんだったっけこれ食べるの。冷やしの塩が美味しいです。やばい、冷やしなんですね。暑いんで。まあお店に通われるなんかきっかけというか。きっかけはやっぱデンオルケンですね。同級生なんで。もういつから昔から。いや最近ですね。小学校からやろ。デンさんも15の時から作業に入ったっていうお話聞いてるんですけど、はい、ここで働かれてる姿というか印象みたいなのがあるんですか？印象は特にないですね。あんま変わってないんで中学高校。どういう性格というか見たまんまですね。長いです。どのおかけになってますか？ちゃんぽん一丁、冷やしの塩一丁、ちゃんぽん具お願いします。ちゃんぽんの塩と冷やしの塩、これやっとって。
冷やしの塩辛上がるよ。どうぞ、冷やしの塩とチャードンです。いつもありがとうございます。1100円になります。はい、いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。じゃあ行きます。ちょっと味噌とピリ辛と醤油の甘めのやつちょっと少しそう。まあ上に盛り付けるんですけど、彼は混ぜとってよみたいな。はい、じゃあどうぞ。混ぜときますよ。はい、ありがとうございます。クリーム。それ。ありがとうございます。卵も入ってるんですか？卵入ってるんですよ。はい。ちょっと僕混ぜるの苦手なんでさっき混ぜてもらってるんですけど、本当だったら真ん中に黄身が乗ってるような形になります。お味いつも通り美味しいですね。一応大将のおすすめで何かないのかなっていうので始まったのがちょこちょこあるんですよ。メニューでお客さんにこう頼まれてこれやってみたらとかいう風な形でいろいろとメニューが増えてるんで、オリジナルなんですか？多分最初アレンジメニューから始まったんじゃないかなっていうのは、よく来て、まかない何食べたとか聞いたりしておすすめを聞いて頼むことが多くて、でこの前これを食べたよっていうので、じゃあそれやってみてくれるので美味しかったら美味しかったはずって言って、その中続くとメニューが追加されてみたりとかするようなのが多いですね。行きたくなった相性で、いろんな人とねよく話してる風景も見るので親しみやすいような作りで、いろいろなんかこれサービスしとくわとかたまにあるんで、はい、とても嬉しいところです。はい、わかりました。中立つえ。ちょっと人より重たい。600グラム重たい。ちょっとぶっちゃい。はいよ。どうぞ、冷やしの塩中2つで片方ネギ抜きです。これネギ。はい。ご飯いらない。ご飯欲しいです。おい、一つでいい？持っていきます。はい、どうぞ。はい、ゆっくり。すいません。ちょっと具を残しとく方がいいかもしれないです。あまり見た目は良くないんですけど食べてみるとものすごい美味しいです。ぜひ食べてみてください。
毎日休憩時間前は来るんやで遊びに来るな。これ命の修行しよう。アカシアを作った理由なんですけど、ちょうどできたのがもう丸3年半年前ぐらいですかね。でその頃がちょうどコロナがスタートし始めた頃で、世の中がそのコロナで閉鎖的になった時なんですよね。そんな中でこの街の飲食店とかはもう右肩落ちでもう誰もお客さんいませんみたいな、チェーン店ですら動かないぐらいだったんですよ。コロナ中のこのどんよりしたムーブをどうにか盛り上げれんかなっていう。で気軽に気にせずご飯食べれるような環境を作りたいなっていうことで、やっぱ外だったらいけるかなと思って、開放感がいるってニュースでよくあったんで、もう開放的な店作ったらいいんじゃないかということでやったら、もう皆さん来ていただきました。コロナ禍でも十分なお客さんが来てくれて本当にありがたかったですね。そういう理由でちょっと外で屋台という理由となっておりますね。はい。いただきます。
僕父と一緒にラーメンいろんなとこ食べに行って、まあ、勉強させていただきたったんですよ。ほんでラーメンするにしても名前どうするぞってなってやっぱこういろんなお店行って共通しとることが一つあるんですよ。味が美味しいっていうのが第一と、お客さんが皆さんいっぱい来ていただけるっていうのと、帰っていく時にみんな笑顔なんですよ。美味しかったなーって言って笑って帰って帰る方が多くて、まあ、この3つが決まったわけですよ。みんな笑ってる味っていうのがなんかないかなって言った時に、この町って製紙工場があって、その工場が8時間に1回こうリズムが変わって働き手の方が変わるんですよ。その変わり目が7時をラインとして来るわけですよ。7時までに来るお客さんが6時から7時までで、7時で退社された方のお客さんが7時から8時という、この間の時間を取るために早朝からやったらええんちゃうかということでなんで6時スタートで朝が決まったんですよ。でこう語呂並べてどうやって呼ぶぞとか言ってこういろんなの書いたりしとったんですけど、やっぱしっくりきたんがこの朝みんなで笑う味でアカシアでいいんじゃないかなと、そんな感じでアカシアってこうパンと決まった感じです。ビビッときたというかそんな感じで決まりました。このアカシアっていうお店がお客さんとすごいコミュニケーションが取れて親しくできる、お客さんと近い接客のできるお店なんで、土日はうなぎとかもやっておりまして、こういう別ジャンルもやっておりますので、ぜひお越しくださいませ。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。おおきにありがとうございました。